はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、配当成功 100% 株主還元全振り銘柄と題してお送りいたします。今回は、ZOZO、証券コード3092についてお話しします。ZOZO は、衣料品通販サイト、ZOZOタウンを運営する企業です。成長株の印象が強い ZOZO ですが、株主還元にも非常に力を入れています。転換点となったのは、昨年10月に2024年の年間配当を1株当たり98円にすると発表したことです。これは前期の65円配当から33円もの増配となります。また、配当成功もそれまでの 50% から 70% に引き上げると公表されました。さらに、自己株式の取得に関しても100億円または500万株を上限として実施される予定です。通常、成長が早い業界や企業では利益を成長に再投資しますが、ZOZO は株主還元を重視する方針に転換したようです。これは ZOZO がヤフー傘下になったことと関係があるかもしれませんね。同じグループのソフトバンク、証券コード9434も配当成功は 75% 以上と非常に高いですからね。足元の業績については、第3四半期決算時点で売上高が前年比 8.1% 増の1475億円、営業利益が 2.4% 増の456億円と好調です。出店ショップ数や年間購入者数は増加していますので、成長も続くと考えられます。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3676円に対して目標価格は3361円でマイナス 8.57% の下落予想です。 AI はこの増配をネガティブに捉えているようですね。次はケイズホールディングス、証券コード8282です。ケイズ電機は家電量販店の大手であり、ポイント還元ではなく現金値引きでの販売が特徴です。ケイズは非常に高い配当利回りを誇り、株主還元に加えて株主優待も魅力的です。配当成功は 40% としつつも、減配を避ける安定配当方針をとっています。また、自社株買いを含めた総還元成功は 80% の目標を掲げており、これは非常に高い水準です。2015年からの配当金の推移と自社株買いの実績を見ると、2015年度の配当金は 17.5 円でしたが、その後増配が続いています。唯一の減配は2019年で、今期も44円の配当予想がされています。自社株買いに関しては、2020年以降、年間約100億円前後で実行されており、目標を守っている印象を受けます。株主優待については、保有株数に応じて、商品購入時に使える優待券が用意されています。100株以上の保有で年2回、合計2000円分の優待券が提供され、1年以上の継続保有で、合計4000円分になります。1年以上保有した場合の総合利回りは 6% を優に超え、これはかなり高い還元率です。一般的に家電量販銘柄は割引券が優待として提供されることが多く、利回りも高い傾向があるので、他店と比較するのもいいと思います。この業界は差別化が難しく、最終的に価格競争に陥るという弱みもありますが、長期保有を考える場合、高い総合利回りは大きな魅力となるでしょう。それでは AI による株価の予想です。現在の株価1296円に対して目標価格は1336円で 3.1% の上昇余地があります。店舗をよく利用される方は注目してみてください。次はショーボンドホールディングス、証券コード1414についてお話しします。この企業は橋梁や道路などのインフラ補修工事を専門としています。2024年6月期を最終年度とする中期経営計画では、配当成功 50% に加えて3年間で100億円の自社株買いを実施し、総還元成功 75% を維持する方針を打ち出しています。また、政策保有株式についても、自家ベースで 20% を売却し、純資産に対する比率を低減することが公表されました。これにより、配当金は動き連続で増配され、2019年の 67.5 円から2023年には127円まで増加しています。
今期の配当は128円と予想されていますが、将来的にも増配基調が続くと予想されています。その根拠としては、日本には老朽化した道路や橋、トンネルなどが膨大に存在し、これらの修繕ニーズが高まっているためです。具体的には、昭和の高度経済成長期に作られたインフラが、ちょうど寿命を迎える時期になっています。高速道路や一般道路、橋梁メンテナンスなど、巨額の修繕計画が立てられており、ショーボンドホールディングスはこれを順調に受注しています。また、同社は、今期が中期経営計画の最終年度であるため、次の中期経営計画と株主還元策にも期待が高まっています。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、6247円に対して、目標価格は6816円で、9.12% の上昇余地があります。政府や自治体の予算頼みな部分もありますが、その分安定した成長が期待できますね。最後に、鈴研、証券コード9987についてお話しします。2025年までの3年平均で総還元成功 100% 以上という新しい方針が発表されました。業績面を確認すると、今期も好調で、売上高は前年比 3.2% 増の1兆8143億円となっています。ご存知の通り、日本は高齢化が進んでおり、医薬品の需要は今後も増加すると予測されています。これは長期的なトレンドや景気動向に左右されない数少ないセクターの一つです。鈴研は高還元率を誇りながらも、現時点で配当利回りが特に高いわけではありません。株主還元に非常に力を入れている企業であり、今後もその傾向は続くとみられます。では、AI による株価の予想です。現在の株価4531円に対して、目標株価は4720円で、4.17% の上昇余地があります。AI は現在の株価を妥当な水準と見ているようです。先日、日銀のマイナス金利政策解除の観測で、株価が大幅下落しました。昔から金利の上下が株価に与える影響は大きく、1990年以降に起きたバブル崩壊の一因も、日銀による金融政策のミスが一因と言われています。私には、現日銀総裁の植田さんや、前総裁の黒田さんの政策はとても良いと思っています。しかし、いくら日銀が金融緩和をしても、政府、財務省が増税、緊縮路線を続けていてはダメだと思うんですよね。せめて私たちがお金持ちになって、私たちの経済圏やコミュニティがより良くなるように一緒に頑張りましょうね。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は高評価のボタンをクリックしていただけると今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあればぜひコメント欄にご記入ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。